はい、ドスンと本日紹介するのはネカ悪魔の生贄テキサスチェーンソーですね。50アニバーサリーからレザーフェイスの2バージョンを紹介。こっちは序盤から中盤にかけてのエプロン姿で、こっちは終盤からのスーツを着ておめかししたいわゆるプリティウーマンですね。これね、ネカのパッケージはほんと素晴らしいですよね。これパッケージだけでいくらかで売れるんじゃないかっていうレベルと思うんですけども、説明不要の超ド級メジャーホラー映画、マスク系殺人鬼の元祖。自分がね、毎年1回以上見る映画にこの作品ありますよ。もう大好きでしてね。で、フィギュアの方もね、めっちゃ楽しみにしていた。でね、すいません、ちょっとだけ余談いいですかね。ネカのレザーフェイス、以前発売された40アニバーサリーのやつ、あれ持っていたんですけど、なんかね、小さいんですよね。他のネカのキャラクターと並べた時、頭一つ分小さかった。そこがね、気に食わなくて自分手放したんですよね。で、今回はね、見る限りそんな心配なさそうですね。かなり大きく作られているっぽい。よし、ではね、エプロン姿から開けていこう。どんな感じでしょうかね。出てこい出てこい、ババそうやと。おー、でけえ。いや、かっこいい。よし、次にプリティウーマン行こう。これはね、そんなに登場時間短いんですけど、最後のチェーンソーダンス、あれがね、脳裏に焼き付いていますよね。あれ、よいしょ、あれ、出てこいと。よいしょっと。こっちもいいな、ほんといいな。これね、バンドで留められているので、ここ切り離して中身の方をすべて取り出していく。はい、中身の方を取り出しまして、今回は付属品の方から2商品同時に紹介していこうと思います。一部ね、内容物が被るものもあるんですけど、その前に台紙が付属しまして、これがまたいい。こちらのエプロン姿に付属する台紙がこちらですね。これね、超衝撃のレザーフェイス初登場の時の部屋の壁ですね。そしてこちらのプリティウーマンに付属する台紙がこれですね。映画ラストのチェーンソーダンスの夕日の背景。これね、どちらもフィギュアと一緒に飾ると雰囲気爆上がりですね。では改めて付属品。まずレザーフェイスといえばやっぱこれチェーンソーですね。電の子を詳しく見たことないので再現度はいかほどか分かりませんが、結構細かく作られているんじゃないでしょうか。エプロン姿に付属するものにはこの部分が赤く塗装されているあたり、ジェリーもしくはフランクリンを切り刻んだ後かな。造形的には全く同じものですね。こちらは肉切り包丁。2つとも全く同じものですね。こちらはナイフ。サリーの指先を切って、ソーヤ一家の長であるグランパに、その指先から出た血をチュパチュパさせるシーンに使われたナイフっぽいですね。柄の部分とか劇中に似てる。で、こちらはね、同じものが付属します。で、あのシーンね、本当に女優さんの指を切ったって話、マジなんかね。レザーフェイスが初登場に所有していたハンマー。これも全く同じものですね。こちらはスレッジハンマー。エプロン姿のレザーフェイスのみに付属。ジェリーがこれで撲殺されます。トングにスプーン。これもエプロン姿のレザーフェイスのみに付属。劇中そんなに印象に残らないアイテムですね。こちらはミートフック。ここにパムという女の子を生きたままザクッと引っ掛ける。一連のシーンも怖かったですね。パム役の女優さんの演技がリアルすぎて毎回笑ってしまう。こちらもエプロン姿にのみ付属。キッチンに立っていた時に身につけていたエプロン。柔らかめの軟質ですね。こちらもエプロン姿のレザーフェイスのみに付属。こちらはお皿に乗った何かの肉。ディナーの時にサリーの前に出されたのがこんな感じの盛り付けだったような気がしますね。これはプリティウーマンのみに付属。
映画の最初の方に死体で登場したアルマジロ。あれ本物の死体なのだとか。普通にアルマジロのフィギュアとしてよくできている。こちらはこの部分に少し表情がついたジャケット。最後のチェーンソーダンスを再現するためのものかな。もちろんプリティウーマンに付属。最後に先ほど紹介した付属品たちを持たせるためのハンドパーツ。では本体の方を見ていこう。2つの素体はほぼ同じものなので大きさは変わりありませんね。では、エプロン姿のレザーフェイスから見ていこう。まず最初からついていた黄色いエプロンなんですけど、返り血の塗装がですね、これ薄い箇所、濃い箇所があって、結構リアルなんですよね。この返り血はジェリーを解体した後についたものでしょうか。レザーフェイス。本名、馬場宗谷。宗谷一家の3人兄弟の末っ子。小心者で家族思いの食人殺人鬼。巨漢ながらその動きは俊敏。趣味は女装と家具作り。料理もできて見た目に反して手先が器用。家にいても服装に気を使うおしゃれさん。頭部を見てみましょう。まずデフォルトの頭部。名前の由来にもなった文字通り人の皮をかぶった頭部です。これもね、40アニバーサリーから格段に良くなっていますね。縫い目であったり、破損具合であったり、めっちゃリアルですね。で、目の方なんですけど、一応造形塗装されているんですけど、ちょっとカメラでは視認しづらいかな。というのも、この頭部はこういう仕様で、ポスターや宣材写真に使われたり、あと遠目から見た場合を再現しているんですね。口の方、歯列の悪さもしっかり再現。いやー、素晴らしいですね。こちらはしっかり目が塗装され視認しやすい頭部ですね。先ほどのものより造形が異なりますね。全く同じものではない。この辺ね、付属品にこだわるネカらしいですね。劇中ね、アップになる場面があるんですけど、そこと比べても何ら遜色ない出来ですね。いや、こっちも素晴らしいですね。そしてこちらはキッチンに立っていた時のオールドレディマスク。これもね、瞳の方ちゃんと見えにくいんですけど、造形塗装されていますね。頭頂部はこんな感じになっているんですね。口の方はきちんと塗装されている。登場時間はね、めっちゃ短いんですけど、しっかりと作られていますね。上半身、シャツのシワの寄り方の造形がリアルですね。全体的に黄色みがかったウェザリングが施されている。で、このシャツね、実際の話、撮影用で使うのがこれ1枚しかなく、洗うことができなかったみたいですね。洗ってしまうと綺麗になってシーンがつながらないからでしょう。そして、可愛いデザインのネクタイもしっかりと再現。左手首につけている犠牲者の一人、パムから奪ったブレスレットは別パーツ。手首交換時紛失注意。下半身、シャツ同様、こちらのスラックスのシワの造形もリアルですね。股間のファスナーの締め忘れもしっかりと再現。ブーツの方もかすれたようなウェザリングが施されている。で、一点気になった点がありまして、この右足の傷なんですけど、自分が知る限りこのマスクの時はこんな真新しい傷はついていなかったんじゃないかな。間違ってたら申し訳ないですけど、で、この傷に関しましては後ほどプリティウーマンの時に。では次にプリティウーマンレザーフェイス以降、物語終盤のコスチュームですね。素体的には先ほど紹介したものとほぼ同じ。相違箇所はジャケットの腕のみかな。多分ドレスコードなんてものはないのに、ディナーのためジャケットをまとい、新しいマスクにメイクを施した最終決戦レザーフェイス。やはりどんな時にでもおしゃれに気を使う馬場くんなのであります。頭部を見てみましょう。さっきも言ったんですが、客人を招いてのディナーなので、気合を入れて新しいマスクにメイクを施し、カツラも変えた頭部ですね。いや、こっちも素晴らしい出来ですね。で、目の奥なんですけど、こっちもちゃんと造形塗装されているんですけど、ちょっと確認しづらいか。アイシャドウにチーク、そして唇と濃いめの毛合いで気合入りまくってますね。彼は女装癖があるのでメイクも好きなんでしょうね。
上半身、インナーのドレスシャツおよびネクタイは最初に紹介したものと全く同じものですね。若干ネクタイの色味が違うだけ。ジャケットの腕だけは当然別パーツ。ジャケットのサイズが小さすぎて、袖丈が短く体格に合っていないサイズ感もしっかりと再現。下半身も全く同じものですね。可動範囲、ネカのアクションフィギュアは他社の近年のものと比べるとあまり動きませんけれども、まあまあ過不足ない可動域で遊べます。頭部は上はこうで、うつむきこうで、ぐりぐり傾きも取れますね。こちらの方は上はここまでいけて、うつむきこうで、ぐりぐり傾き取れます。上半身、肩にバタフライ機構はありません。横へはここまでいけて、ぐるりと一周回れて、腕の付け根で回転できて、肘がここまで回り、肘自体でこのように動いて、手首はこのような可動ですね。胴体の方、接続箇所は腰のみですね。後ろへはこうで、前はこうで、これぐらいの可動域ですね。ボールジョイントなんでぐるりと一周回って、傾きも若干ですけど取れますね。胴体はほぼ動かないか。こちらのレザーフェイスも同じものなので、可動域も当然同じでしょうね。こんな感じで全く同じです。下半身、股関節に引き出し機構はなくて、前はここまでいけて、後ろへはここまでいけて、股割りはこれぐらいで、足の付け根でこれぐらいの可動がありまして、膝がここまでいけて、膝自体でこれぐらいの可動域があります。足首、後ろへはこうで、前はこうで、傾きも少し取れて、つま先可動はありません。サイズ比較、フィギュアツ仮面ライダー真骨頂新1号とマーベルレジェンドアイアンスパイダーマンコミックバージョン。では次に同じネカのホラー系フィギュアと並べてみよう。これですよ。この大きさのレザーフェイスが欲しかった。いや、いいですね。やっとこいつらと絡めて遊べる。で、ジェイソンとフレディは映画で戦っていて、ジェイソンとレザーフェイスはコミックで戦っているんですね。で、個人的にね、見たいマッチメイクはジェイソン対マイケル見たいですけど、やっぱりまず最初にレザーフェイス対マイケル見たいですね。そんなババ君は何センチぐらいあるんでしょうか。だいたい位置を合わせると20センチぐらいかな。で、プリティウーマンの方はカツラにボリュームがあるので、その分だけ若干大きいですね。では、ハンマーを持たせて初登場時を再現。あのシーンは衝撃的でしたね。自分がこの映画を初めて見たのが確か小学生の5、6年だったかしら。もうね、衝撃が強すぎてそのシーン、あっけに取られたというか、登場人物の一人であるカークという青年がレザーフェイスの家を行うんですね。もちろんこのカークはこんなのがいるなんて知らないし、見ている当時小さかった俺もこんなのが出てくるなんて全く予想していない。エクスキューズミーってのっそりと部屋に入った瞬間、レザーフェイスがぬっと現れるや、手に持ったこのハンマーで何の躊躇もなくカークの頭に振り下ろす。大抵ね、こういうキャラクターが現れる瞬間って何かしらの SE あるじゃないですか。ジャンとかサンみたいな SE ね。そんなの一切なく BGM すらない。カークをハンマーで殴打する生々しい音と、カークが痙攣して床を鳴らす音、それしかしない。めちゃめちゃ怖いシーンなんですが、あっけに取られすぎて目が離せなかったのを覚えてますね。次にミートフックを使ってみる。このシーンもね、初登場時に負けず劣らず衝撃的だった。
パムという女の子がレザーフェイスの家に入り、これは尋常ではないと危険を察知し、家から出ようとした瞬間、ドアがバーンと開いて、このレザーフェイスが現れ、泣き叫びながら逃げるパムをとっ捕まえて、このミートフックに生きたまま引っ掛けるというかなり痛いシーンなんですけど、注目すべきは、さっきも言ったんですが、パム役の女優さんの演技、それがね、すごすぎて、毎回笑ってしまうんですよね。めっちゃリアルなんですよ。頭部をオールドレディに変え、エプロンをつけ、付属品を持たせてキッチンに立っている場面を再現。兄たちに怒られながらもけなげに働くレザーフェイスが垣間見えるワンシーンでしたね。車椅子のグランパを率先して持ち上げて運んだり、グランパの肩をポンポンポンと優しく撫でてあげたり、家族思いの優しい子。で、この足の傷なんですけど、物語の終盤、主人公のサリーという女の子がレザーフェイスたちの家から脱出に成功して、それをレザーフェイスが追うんですね。で、サリーが通りかかったトラッカーに助けを求める。トラッカーもこのチェーンソーを持って追ってくるレザーフェイス見てびっくりして、トラックを降りてサリーと共に逃げる。そのトラックを降りる際に、なんかね、トルクレンチだっけな、パイプレンチだっけ、モンキーレンチかな、まあその類の工具を持ち出して追ってくるレザーフェイスに投げつける。それが頭に当たって転倒して、このチェーンソーが足に落ちるんですね。その時にできた傷なんですね。メイキング映像によると、本物のチェーンソーを足に落としていましたね。当然鉄板的な何かを間にかまして防御をしていたんでしょうけど、演者さん怖かったでしょうね。で、話が長くなりましたが、なのでこの頭部の時はこの傷はついていないはずなんですよね。この辺フィギュアとしては若干違和感ありますけども、エプロンつければ隠れるんで、問題ないでしょう。そしてその流れからのラストシーン、サリーを逃がしてしまい、夕日をバックにチェーンソーを振り回して悔しがるレザーフェイス。芸術的にも評価されているシーンらしいですが、美的センスのかけらが1ミリもない自分にとってもね、なるほど夕日でコンストラストが効いており、黒いシルエットとなったレザーフェイスが踊り狂う様はなかなか美しかったですね。この悪魔の生贄という映画なんですけど、たまにね、スプラッター系とジャンル分けされているんですが、実際グロい描写全くないんですよね。カークを解体するシーンも人体破壊の直接的なシーンは映していない。他に車椅子青年のフランクリンをチェーンソーで切り刻むんですけど、そこも直接映していない。ゆえにね、見ている側の想像力が働き飛躍させ、あたかもグロ映画を見たと脳を錯覚せしめるんですね、その想像力が。結果、あの映画は人体損壊のグロ映画だと勘違いしてしまう。事実、自分そうでしたね。映画見終えた後、時間差でどこか感動すら内包したおぞましい衝撃が訪れる。俺は一体何を見せられたんだと。秀逸なカメラアングルとカメラワーク、そして16ミリフィルムが醸し出す独特な雰囲気、計算と偶然がまぐわり生み出された奇跡。ホラー映画の枠に収まらず、映画史に燦然と輝く名画中の名画と言えよう。はい、では終わります。いやー、フィギュアって本当にいいものですね。それではバイビバイビアバイビ。